はい、大志座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は4月後半の星の解説とタロットリーディングを通してどんな気づきがあるのか一緒に見てみたいと思います。あとですね、この4月後半ってすごく勢いのある時なので、皆さんが何か一歩進めるように私にも何かできないかなと思って、今 20% オフの春のセールをやっています。私この先生術のテキストだったりとか、タロットの勉強する動画だったりとか、動画講座もたくさんあるので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、4月末までやっていますので、よかったら概要欄から詳細ページに飛んで内容を見てみてください。では、行きます。よろしくお願いします。はい。じゃあ、一緒に見てみましょう。お願いします。はい。ワンドの7、ソードエース逆、スターの逆、そしてソードクイーン逆、女帝、ソード9逆、そして、ジャスティスの逆ですね。はい。気をつけることや対策が、ソードの2と、ソードのページと、オラクルが、じゃん、カップ10の逆です。なんか、面白い点の展開ですね。はい。ちょっと解説していきますが、まずやっぱりこの4月のね、前半いかがでしたでしょうか？なんか嬉しいこととか楽しいこととかありましたか？一見ね、全然なかったよっていう方もですね、何かがきっかけで、それがこの後良くなってくるとかっていうのがあるので、何だったかなみたいな感じで思い出してみてほしいんですね。そして、特に4月の10日以降っていうのはいろいろな勢いが増してきますから、全体的にどっちの方向に自分が押されてるのかなっていうのを感じてみるといいかもしれませんね。おそらく大下さんの流れが変わってきたなって思うのは、4月の20日以降の方がそれを強く感じるんじゃないかと思います。4月20日までっていうのは、なんとなくはっきりつかめないみたいなね、自分の方向性が決められないみたいな感じがあったかもしれませんが、20日以降自分自身に光が灯ってきます。照らされるっていうのかな、夜明けみたいな感じがあるので、やっぱり私はこれが好きだとか、やっぱりこうしたいみたいな思いがあったり、何か自分が解決するべきものがあったとしたら、そこがクローズアップしてそれを見させられるみたいなこともあるかもしれませんね。なのでとっても4月の前半と後半のね、動きが顕著に違う風に感じるんじゃないでしょうか、お下の皆さんはね。で、特に4月の24日以降っていうのは、とても強い、いきなり流れがカクって変わるみたいな、そんな感じがありますね。で、何度か、まずちょっと一つ本当に思い返してもらいたいのが、この4月前半何があったかなみたいな、何が楽しかったかなとか、どんな気づきが自分の中にあったかなっていうことを、ヒントとして持っていっていただくと、それが後半非常に流れやすくなるので、そこに光が入ってくるっていうのかな。自分がこれを変えたいと思っていたら変わっていくだろうし、もっとこうしたいワクワクだったらそのワクワクにもっと光が灯ってくるみたいな感じがあるんですね。そして、なので、何にも楽しいことなかったという方もですね、ぜひ無理やりでも楽しいことを見つけてもらいたいんです。そこに光がさらに入るからね。そして、特に、4月の24日っていうのは、さっき言った金星というね、社交性とかお金とか価値とか豊かさとかね、そういったものを表す金星が、ちょうどその天王星という惑星とぴったり重なることによって、大志田さんは何か、キラーンじゃないけど、はーっと気づくみたいな、そういうことか、みたいな、ちょっと扉が開くみたいな感じがあるんですね。で、その開いたところにまた流れがどんどん入ってくるから、どんな気づきがあるのかなっていうのがめちゃくちゃ大事なんです。で、なので、できるだけ自分がゆったりとするとか、落ち着くとか、不安に飲まれずに自分の喜びとか、人生というものを俯瞰してみてもらうと、そこが膨らんでいくなって、喜びとかそういうのが膨らんでいくんじゃないかなと思うんです。で、一番起こりやすいのが、やっぱりその24日以降っていうのは、その金星とか天王星っていうのが実は双子座に入るっていうのは、大志田さんにとっては金銭的なこととか、
お金に関したことですね。そして自分の感覚っていうものがすごく流れが速くなるので、例えばお仕事頑張りたいって思ってらっしゃる方にとっては仕事のチャンス来ましたみたいなことに本当になりやすいんですよ。そして、もしお金を動かしてらっしゃる方は、本当に変動が大きくなると思うんですね。たくさん稼ぐこともできるし、たくさん投資することもできる。それがリスクはあるけど、みたいな。なんかそれもちょっと吉居今後なんですけど、そういうのもあるし、自分のなんか価値観も変わってくるんですよね。これまでは、絶対こうしたいと思ってたけど、いや、やっぱり自分の豊かさ思ったらこれが一番いいんだ、みたいに、変わってくるのがあります。なので、ちょうどその後半っていうのは、そういう風に移行している段階だなって感じが、出てます。でもとってもいい、大事な時なので、それも踏まえてね、ちょっと4月17日の新月の時に、この新月めちゃくちゃ大事なので、YouTube ライブをしようかなと思っています。4月17日の夜20時半からやりますので、もし、タイミングが合う方いらっしゃったら、覗いてみてください。で、さらに、詳しく4月26日以降のこの天王星というね、新しい動き、特に大下さんにとっては、ね、お金とか感覚が変わってくるっていうところで、もう少し詳しく、先生術全然知らないよっていう、初めてだよっていう方も別に勉強ではなく、流れを活かすっていうことでのお話し会をしていきます。資料もつけますので、ご興味ある方はそちらもまた概要欄から詳細ご覧になってみてください。で、カードで見たときに、なんとなくですけど、今、大下さんは、いや、ギリギリなんです、みたいな、そんな感覚があるかもしれません。自分で今一生懸命保ってこれなんです、みたいな。何かを、なんかちょっと気を抜いたらガタガタと崩れてしまいそうだったりとか、なんとかやってるんですよ、みたいな感じかもしれませんね。だけどやっぱりちょっとさっきも言ったように、4月の前半に何があったかっていうものを本当もう一回思い出してみて、何が嬉しかったのかなとか、どういう気づきがあったっけみたいなことをちょっと普段もう目の前のことで一生懸命っていう、頑張ってるっていう自分じゃない自分から自分を見たときに、気づくことがあって、それがちょっとね、これからの今年の後半、今年じゃないわ、4月後半の大事な鍵になるので、思い出してみてほしいんですね。そして、なんか今はあんまりガツガツしないでおこうみたいなのとか、無理に頑張ったら、その頑張った分だけ手に入らなかった悔しさとか、残念、落胆もあるから、あんまり積極的に求めないでおこうとかっていう感じがあるかもしれません。そして求めないけど入ってくるっていう喜びを感じたいみたいな感じかもしれません。でも喜び入ってくるんですよね、これが。本当に、どうであれ、求めたって求めなくったって入ってくるみたいな感じがあって、この女帝っていうカードは本当に豊かなカードです。今後見ていただくと分かるように、なんかもう、トウモロコシ畑なのか、稲穂なのかわかりませんけど、ふさふさと豊かなものがあって、森があって、川が流れて、女性はゆったりとしたソファーに座って、妊娠してるかもしれない、愛をたくさん感じてるみたいな、そういう絵なわけですね。こういう感覚になれるよってことなんですよ、大下さん。何をもってそうなるかっていうのは、それぞれ皆さんの今やってらっしゃることによって変わりますよね。例えば、恋をしたいんだっていう方だったら、なんか、あの人素敵みたいなそういうのかもしれないし、いや、日常生活の中でこういうふうに暮らしてるのが本当に豊かだって思えるのかもしれないし、この生活の中に何かが湧いてくる、そして自分の中に可能性が見えてくる。自分で自分の可能性を見ていくってとっても楽しいじゃないですか。そういうことかもしれません。だけど、途端にね、その後、急に不安になるみたいな感じがあるんですよ。なんか嬉しいことがあったら、すごく嬉しいんだけど、同時に、どうしようみたいな。じゃあそれがなくなったらどうしたらいいんだろうみたいな、そういうのがあります。これはもう本当に政府の法則というか、めちゃくちゃ嬉しい分、同じだけ不安も生まれる。どっちにご自身が焦点を合わせますかということで、ここでね、ジャスティス。自分にとっての正義は何ですかっていうお問い合わせが来てますね。で、まだ私から見ると逆位置なので、答えはまだ出てないって感じ。この4月後半から5月頭にかけて、その答えを見つけていくんじゃないかなって思います。特に5月の方が強いと思いますけどね。お誕生日もね、4月20日以降迎えられる方もいらっしゃると思うので、おめでとうございます。光どんどん浴びてきますからね。そして、対策として言われているのが、
ソードの2というカードと、あとソードのページというカードなんですけど、これはね、わかりやすいです、とても。自分を疑ってるって感じがすごいするんです。オラクルとして出てるカードがもうカップの10で満たされてるよねとか、豊かだよねって、自分が望む生活って別にそんな、なんかすごいはべらかしてお金でなんとかじゃないですよね。本当の豊かさって何だろうっていうことをご自身が分かり始めている。もしくはもうすでに分かっているのかもしれないし、なんかそうだなって分かっている。それが本当になんか手に入っている、気づいたらあったみたいな、そんな感じかもしれませんし、なんかそこにこう繋がっていく喜びがあるんだけど、なんかとにかくもっと頑張らないとダメなんだ自分はみたいな感覚になってるっていうのかな。ここでもソードのエースということで、なんか無理して自分にプレッシャーかけて、無理して頑張らなきゃいけないっていうふうに思っていたりとか、この気をつけることとして言われていることも、なんか自分のことを疑ってるみたいな、本当に私それしたいのかなとか、本当にそれは私に向いてるのかなみたいな、ね、願ったところでそれって手に入るのかなみたいな、そういう感じがあります。それは一つの自分にとっての防衛かもしれませんよね。願っても入らないんだったら、いや、悲しいから最初から願わないみたいな感じかもしれないし、とにかく今を守れたらいいんですよみたいな感じで、本当の自分の願いを見ないようにしてるのかもしれませんしね。無理をしたくないとか。なんかちょっと今もそうなんですけど、要するに積極的に求めないでおこうみたいな感じがあるんです。で、それって皆さんがいらっしゃる環境によっては、もしかしたら頑張ったら頑張っただけ、出る杭打たれるみたいな、潰されるみたいな、そういう状況の中にいらっしゃる方からしたら、ちょっとおとなしく行きましょうっていうのもいい策なのかもしれませんよね。だけど、宇宙の流れっていうか、今起こっているこの流れの中からを客観的に見ると、本当に4月の26日以降って、自分の感覚や感性次第で、いくらでも変えていけるっていう流れがもう始まってるんですね。で、この春からこの流れがあり、そして夏にもう一回扉があります。なので、春から夏にかけてのこの動き、自分でどうしますかっていうのはご自身に委ねられているっていう中で、いや、入るじゃないですかってカードが言ってくれてるんですけど、待って待って待って、ちょっと待って、ちょっと怖いわ、みたいな感じで、すごくこう期待と不安が入り混じってるっていう感じが出てるんですね。でもカードは自分の中にその可能性があるっていうことを信じてみてくださいと。そしたらどんどん豊かになりませんかっていう感じでメッセージだなと思います。なぜならばもうそこにあるから。本当の豊かさっていうのは本当はある。でも自分がまだ認めたくないみたいな、そうじゃないかもしれないとか、そういう恐れからとにかく頑張って自分をもっとなんかいい状態に持っていって安心したいと思っているのかなって感じが出ています。なのでこれは本当にそういう時なんですよ。そのね、4月の20日までと20日以降の流れが結構違うので、でもぜひ意識してもらいたいのは、特に24日以降は想定外のことが起こってきやすいので、これはプラスなことも、マイナスのことも、可能性としてはありますけど、全然プラスに活かせますから、これは。そういう風にしてほしいなって思いました。はい。ちょっとお仕事のこと見てみますね。時代も変わってきてますしね、いろいろ。その流れの中で大下さんはきちんとゆっくりとこう一つのことを成し遂げていくっていうのが得意だとは思うんですけども、流れに乗れるよっていうことなんですよね。ちょっと仕事を見てみます。カップの5、ワンドの10、ワンドの4ということで、何か仕事に関しては少しなんか残念な気持ちみたいなのがあるかもしれません。期待していた分、そうじゃなかったじゃないかみたいな。例えば部署移動、願いを出していたのに、そうならなかったじゃないかとか、なんか密かに抱えていた感覚、期待が、そうじゃなかったみたいな感じがあるんですけど、やっぱり何かを頑張らなくちゃいけないみたいな、そういう感じがあるんですよ。でもどうかな。例えばの話ですよ。お仕事で、
時給でね、もしお仕事されてるとしたら、じゃあお金、機運があるから頑張るぞってなったら、じゃあもっと今の倍働けば、倍お金は入ってくるけど、いや、そんなに倍働けないわ、体がしんどいからって思ってるとするじゃないですか。そういう感じの機運じゃないんです。なんかもっと想定外に生み出せるような流れがあるんですね。それは大下さんの感覚や感性を使ってやっていくっていうことになるので、自分が今思い描いているルートじゃない形でのチャンスがあるかもねっていうふうに思っておいてください。そしてお仕事で言うと、落ち着いてますよっていうふうに言われてます。なんか、自分が期待通りではなかったかもしれないけど、でも嫌なことは嫌ですって言ってみたりとか、いや、これ以上は増やせませんみたいなことを言うことで、ちゃんと落ち着いていい形で、お仕事はやっていけますよっていうふうに言われているので、仕事上の人間関係はいいんでしょうね、きっとね。ちょっと、普通のパートナーシップ、人間関係見てみますね。ちょっとね、この4月5月っていうのは本当に皆さんがやっぱりストレスを感じやすい時期だったりするので、別枠で人間関係とラブメッセージ取りますので少々お待ちくださいね。ちょっと一般的な人間関係見てみます。4月後半。カップキング。ペンタクスのクイーン。ソードの7ということで、人間関係とてもいいですよ。優しくしてくれる人もいるし、理解してくれる人もいるし、これまで培ってきた関係性って、これからも続いていきますよ、みたいな、ちゃんと育ってますよ、その関係性はっていうのが出てるので、とってもいい感じです。ただ、人間関係に関しては、6割、7割、うまくいってる感じがあって、自分を理解してくれる人もいるし、自分も誰かに対して優しくしてあげてるし、いい関係はちゃんと育っています。そんなに問題なくいっていますって感じ。なんだけど、2割ぐらい、なんだかやっぱり、相手のこと本当に信じきれてないな、信じたくないな、みたいなご自身もいるのかなって思います。で、これは、ところどころに出てきている、やっぱり、この疑いの気持ちっていうのがあるんですけど、おそらくこれって一番は自分のことを本当に信じられないみたいな、なんか自分がよくわからないとか、そういうことなんじゃないかなと思うんです。でそれが自分の中にある不安が単に外側に投影して他者にそれを見てるだけっていう感じがして、いつかやっぱりあの人はとても良くなったけど、いつか自分を裏切るかもしれないとか、いつかなんか嫌なことが起こるかもしれないみたいに、ちょっと気を引き締めておかないと 100% 信じることはできませんみたいな、そんな感じがあるかもしれませんが、これって別に大したことじゃないんですよ。全然。なぜかというと、もっと大きな割合で、本当に信頼できる人がリアルに存在するし、自分がこれまで築いてきた関係性っていうのもリアルにあるから、これから起こる想定してるちょっと不安なことっていうのは、本当に空想でしかないって感じで、そんなに強いエネルギーはないんですね。なので、関係性って言った時に、全体を通してもそうなんですけど、自分のことをもうちょっと信用してみようとか、信頼してみようと思ってみてください。で、そう言うと、いや、そんなこと理想言われても無理ですよっていうことにもなると思うんですけど、私がいつも思うのは、自分で見てる自分を信じるとかじゃなくて、なんか私は自分よりもなんか宇宙の流れの方が完璧だっていうふうに思っているので、流れがそうなんだからそうなんだろうな、みたいな感じでいつも思うんですね。なので、今のこの流れを見たときに、やっぱりちょうど夜明けから日が昇って新しい自分が照らされていく。そして何か新しい感覚でもしかしたら喜びが生まれてくるかもしれないっていう、それを信じてみるってことなんです。で、自分がそこに対して疑いを持っていたとしても、自分で自分を疑ってるだけで、流れは疑ったところで、変わらないしな、みたいな感じで、じゃあそうしてみよう。じゃあこの期間だけは信じてみよう。この期間だけはやってみようみたいに、区切ってやります。なので4月の後半はって言われたら、4月後半は意識的に自分を信用してみよう。意識的に他者を信頼してみようみたいにすると、もっとこの自分の中にある不安が減るかなって思いました。はい、ちょっとそんな感じかな。ちょっと、もし何か参考になったよという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。最後にもう一枚オラクルカードを引いてみますね。4月後半の大下さん。
はい。どうですか？このカードを見て。何かね、パストライフガイドということで、カルマのレッスンや、今の、なんていうんですかね、今起こっていることに対しての、アシスタントっていうのかな、応援してくれる存在があるよって言われてる気がします。もしかしたらそれは、過去世で経験したことなのかもしれないし、魂のルーツとして、ご縁のある存在が応援してくれてるのかもしれませんね。はい。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、17日や26日のイベントでもお待ちしております。失礼いたします。